こんばんは、はるきです。今回はファンタジーフットヒーローチーム2の最新版のティアリストになってます。ファンタジーフットのバージョンのヒーローが、またね、チーム2として、出てきました。今回も、ティアリストにまとめたので、紹介をしていきたいなと思います。こちらがファンタジーフットヒーローチーム2の、最新版のティアリストになってます。D だったり、C は誰も入れてないという風な形で、B には、パパンですね。ジャンピエール・パパン。こういうのに関してはやっぱりスキル3っていうのが、ちょっと痛いです。前線の選手として、ほぼ何もできないという風な形にはなるので、決定力に関してはかなり高くは、なってて、ST の選手として決めきるっていう風な能力っていうのは持ってるんですけど、やっぱそれ以外のパスだったりとか、先ほど言ったスキルっていうのは、どうしても、できないっていう風な感じにはなるので、やっぱ総合的に見ると、シュート、毎回ね、毎回ね、パパンのところにシュート行くっていう風なことにはならないんで、結構やっぱ総合的には、B かなという風には、思いますね。ちょっとそういう風なところ、スキルがね、上がってたりとか、パスがめっちゃ上手くなってたりとかすると、また変わってたかなという風には思うんですけど、少し、物足りないような選手には、なるかなという風に思います。で、そして A ですね。A に関しては、マルケス、そしてパクチソン、そしてモリエンテス、そしてカイト、この4人を入れました。マルケスに関しては、比較的、やっぱりこう、CDM、ワールドカップヒーローのバージョンでも強かったような選手にはなりますし、結構こう、期待をしたいような選手ではあります。加速タイプがね、長いっていう風なことも、あって、ペースが80ではあるんですけど、後ろから追いつくっていう風な、可能性はあるんじゃないかなという風に感じます。ですけど、やっぱペースはもうちょっとあってほしいな。80っていうのは、どうしてもセンターバックとしては遅かったり、するので、できればもう少し早い方が、いいかなという風には思います。あとは、この人守備面だったりとかは非常に高いような選手にはなるので、個人的にはそこのこう、ジョッキーの速さだったりとかっていうのは、やっぱり、素晴らしいですし、意外にもね、ペースが気にならないっていう風なところであれば、この人はめちゃくちゃ使えるような選手にはなるかなという風には、思います。それこそアップグレードでね、プラス4とかされると、ペースも少しはね、改善をされてくるとは、いう風に思うので、アップグレードには期待っていう風な、選手ですね。で、そして、パクチソンですね、パクチソン。パクチソンはね、個人的に今作めちゃくちゃ好きな選手で、非常にこう使いやすいような選手なので、ちょっと来てくれて嬉しいなというふうに思うんですけど、ワールドカップヒーローのね、パクチソンと比べると、ペースがね、1も上がってないんですよね。ペースが上がってないっていう風なところは少し残念では、あるんですけど、ペースとシュートですかね。ペースとシュートは上がってないっていう風な感じにはなるんで、ちょっとそこは残念やったっていう風なところと、あとはスキルですね。スキルもね、もともと3なんですけど、そこも変わってなくて、ちょっとなんかもうちょっと44とかにしてくれても良かったんじゃないかなという風には思います。ですけど中盤の選手として非常にこうパスも上手くて、ドリブルもできて軽くてっていう風な、選手にはなりますし、決定力低いんですけど、結構ね、意外と決めて、くれます。シュートに関して意外と決めては、くれるので、そういうことスキル4だったらもっとね、攻撃に出ていけたのかなという風には思います。で、守備に関しても意外とこの人はできます。それこそ、めちゃくちゃ相手が、でかかったりとか、フィジカルが強いような選手だったら、結構こう跳ね返されてしまって、なかなか取りきれない、1回では取りきれないっていう風なシーンっていうのは、あるとはいう風に思うんですけど、本当にこう CM の選手、中盤の選手としては使いやすくて、個人的にはめちゃくちゃワールドカップヒーローの時でも強い選手だなという風には感じたので、こういったユナイテッドを元にっていう風なことなので、アップグレードされる可能性も、ありますし、非常に楽しみかなという風に思います。自分はね、結構ね、能力がそんなに守備面に関してだったりとか、そんなに良くはないんですけど、S に上げてもおかしくはないかなってちょっと思ったぐらいの選手にはなるので、ぜひちょっとアップグレードをしてほしいなというふうに思います。
で、そして、モリエンテスですね。モリエンテスは今作非常に強いような選手かなというふうに思います。それこそ SBC でね、ワールドカップヒーローのモリエンテス作った方も多いというふうに思うんですけど、本当にこう、でかくて、速いっていう風な、選手にはなるので、速さっていう風な、速さって能力的には感じないんですけど、相手にいると結構速いなという風に感じますし、決定力っていうのも非常に高いです。冷静さも89あるので、結構決めきってくれるかなという風に感じますし、空中戦も、ある程度できるような選手には、なってます。ジャンプも94あるので、結構いいなという風に感じますし、めちゃくちゃモリエンテスを使いこなせる人っていうのは、いるという風には思いますね。地上戦で何かこう、細かいタッチをしてとか、っていう風な選手ではないので、やっぱ裏抜けをしつつ、ゴール前ではね、ちょっと外してっていうことはできるんですけど、ドリブルタッチの細かさっていうのはそこまで、この人の持ち味ではないという風に思うので、フィジカルだったりとか、最後の決定力っていうような部分に、徹してあげれば、非常にモリエンテスは強いような選手にはなるかな。全然、もう普通に A ランクとしては、当たり前にいてもおかしくはないかなという風には感じます。で、そして、カイトですね。カイトに関しても、非常にこう強い選手だなという風に感じます。強くなって出てきたなという風には感じますし、ドリブルがね、プラス2されてるのがでかいかなっていう風に思います。この人はね、ワールドカップヒーローのね、カイト使った時に、結構重かったんですね、ドリブルが。その分、なんかこう、フィジカルで取り切れたりとかするのかなっていう風には思ったんですけど、そんなには取り切れなかったりは、するので、重たさっていうのがあるんですけど、こう、それ以上の、重たさがあっても、なんか取り切れるんだったらいいや、みたいな感じの選手ではないですね。どちらかというと重たいですけど、こう攻撃に出ていって、シュートだったりとかを決めきるっていう風な選手だなという風に自分は感じました。あとはね、逆足さんっていうのが若干、この人に関してはちょっと引っかかるところでは、あるんですけど、ペースも速くて、パスも上手くてっていう風な選手にはなるので、個人的には、それこそ B とかでもいいかなという風には、思った選手ではあるんですけど、やっぱペースっていうのは大事ですし、そこが伴ってますし、あとはリアクションだったりね、レジストとかも非常に90超えてて、そこのドリブルの重さっていうのが、個々人によって、重いな、これ使い切れへんぐらいの重さやなっていう風に感じる人からすると、ちょっと難しいかなという風に思うんですけど、シュートのところだったりとかで、CM からね、上がっていくっていう風な部分でいくと、結構こう貢献はしてくれるかなという風に思うので、全然弱くはないというか、むしろこう結構強いような、使い方っていうのはやっぱりあるかなという風に思うので、自分は A かなという風に感じて入れました。で、そして最後ですね、S ですね。S はオコチャ、そしてディナターレ、そしてアルオワイラン、この3名を入れました。オコチャに関しては、役割意識ミディローっていうのは、少しやっぱ気にはなるところ、前線の選手としてそこの AI っていうのは気にはなるところではあるんですけど、やっぱりこの人はオフザボールというよりかはオンザボールで輝く選手かなというふうに思います。それこそスキラーの人はめちゃくちゃ好きな選手なんじゃないかなというふうに思いますし、スキル5、逆足4っていうのは非常に素晴らしいというふうに感じます。ボディタイプアベレージですけど、非常にやっぱりドリブルはしやすいような選手にはなっていて、決定力もね、81と、少しちょっと低いような選手ではあるんですけど、シュート力っていうのが91ありますし、冷静さもね、91あって、そこまでこう決定力の低さほどこう決めきれないっていう風なことはないかなという風に思います。あとはスピードですね。もう90あって、その中で加速っていうのが93あるので、スキルでかわした後というか、スキルを出した後の抜き切る速さっていうのも、この人はあります。なんで結構ね、相手にすると厄介な、選手にはなるので、特にスキルを使われる方だとすると、相手に脅威を与えれるような選手にはなるのかなというふうに思います。フィジカルはそこまでないので、やっぱりこうフィジカルで耐えるっていう風なことはなかなか難しいかなという風に思うんですけど、スキルを使いつつドリブルで相手を剥がしつつっていう風なところでいくと非常に強いような選手にはなるかなという風に思います。
で、そしてディナターレですね。まあ44ではあるんですけど、個人的にはかなりこう相手からすると、まあこう大量得点をされるような選手にはなるんじゃないかなというふうに自分は感じます。ST の選手としてはほぼ完璧ですね。まあパスもある程度出せますし、まあドリブルもかなり軽くて、冷静さ90ありながら決定力も高くてっていう風な選手。さらにそういう風な選手が、まあペースも速くて、裏抜けもできるっていう風な感じにはなるので、まあ本当にこう ST の選手として使いやすさ抜群の選手にはなるのかなという風に感じます。あとは、やっぱり身長170っていう風なことも、あって、フィジカルもね、この人そこまでこう期待はできないんですけど、まあ本当にこう、そうですね、ベンエデルだったりとか、まあ、ジョダだったりとか、まあ、エウゼビオだったりとか、そういう風なトップレベルの使いやすい選手、トップレベルの、そこの中に入ってても、全然おかしくはないですし、その中でもめちゃくちゃ強いような、選手にはなります。まあ、だからこそね、やっぱスキル逆足、変わって欲しかったなという風に自分は思うんですけど、まあ、44でも、非常に S に入るレベルの選手にはなるかなという風には思います。それこそスキルが欲しい人だったりとか、まあいると思います。自分もスキル5の方がやっぱり前線はいいので、まあだからこそちょっと A だったりとか、まあそこの間、S とか A の間にしてもいいかなというふうには思ったんですけど、まあでも本当に強いような選手にはなるので、まあ個人的には S ランクでもまあ妥当かなというふうに感じて、S にしました。で、そして最後ですね、アルオワイランです。まあ、この人のね、こう、強さっていうのは、まあ、今作やってる人からすると、まあ、知ってるかなというふうには感じます。し、値段的に1000万ですね、この人。で、この人もね、44なんです。この人も44ではあるんですけど、ちょっとスピードが違いますね。次元が違うというか、まあ、加速だったり、ダッシュ速度、どちらも99で、まあ非常にこう相手を置いていけるようなスピードを持ってます。あとはドリブルに関しても、まあそんなにはね、こうめっちゃ軽いっていう風な選手ではないんですけど、なんかこのね、見た目のごつさからするとかなり軽いかなという風には思います。あとは先ほど言ったスピードも相まって、あんまりね、重さっていうのは自分は感じないです。細かいタッチはできないかなっていう風に思うんですけど、まあそれでも十分にドリブルはできますし、まあ44でもそのスピードがあるのでスキルがいらないというか、まあ抜き切る相手を外すっていうよりかは本当にスピードでぶっちぎれるような選手にはなるので、まあ非常にやっぱ、そうですね、44でもいいなという風な選手ですね。で、あとはやっぱり、フィジカル、先ほども言った通り身長もね、ちょっとでかくてごついような選手にはなるので、結構ね、相手から当てられても、まあ、物おじせずというか、耐えながら、で、スピードでね、その、耐えつつも、スピードがあるので、まあ、抜き去ることができるっていう風な選手にはなります。あとは決定力ですね。シュートに関しても、まあ、冷静さがね、この人93あって、まあ、決定力だったりとかも高いような、選手にはなるので、まあ、シュートも全然打てるというか、決めきってくれるような選手にはなるので、まあちょっと理不尽ですね。まあこの人は本当に理不尽さっていうのは感じてると思います。ワールドカップヒーローの時から相手にいると、まあ理不尽さっていうのは感じてると思うので、まあそれプラス、能力が上がった選手、かつそこからアップグレがあるっていう風な感じにはなると、まあ当たり前に自分は今のままでも S というか、強いような選手、トップレベル、もうほんとこうメタ中のメタという風な選手にはなるんじゃないかなという風に思います。まあ、本当に誰やねんですけどね。自分からすると誰やねん。まあ、知ってる方おられたら、ぜひ教えてほしいんですけど、本当にこう誰やねんっていう風な感じの選手で、まあ誰やねんがね、一番強いっていうのも、まあいいんじゃないかなという風に思います。まあ、という感じで、これが、ファンタジーフットヒーローチーム2の、ですね、最新版のティアリストになります。まあ、また、現役の選手だったりとかの、まあ、まとめた、ティアリスト出したいなというふうには思うので、まあ、少しでもね、参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。